私に何か用かい？教えてあげてもいいけどさ。ただし、教えてあげる代わりに、あんたの肉を食べさせてね。おーい、いるよー。やあ、元気だったかな？お化け？妖怪ってイッターモーメンとか砂かけババアとかああいうやつ？夢でも見てたんじゃないかな。じゃああれだ、狐かタヌキにでも化かされたんだろう。はあ、相変わらずたまらないな。君のその真夏に1週間放置したカレー鍋の中身を見るような、怒りと哀れみを足して2で割ったかのごとく冷え切った視線がだよ。望むところだよ。むしろとどめを刺してくれ。その双眼から放たれる伝説のエターナルフローズンでね。さあ、どんと来いだ。もっと僕を蔑み冷笑してくれないか。はて、話とは？ふーん、帰りたいんだ。現代での自分のことなんてほとんど忘れちゃってるのに。確かにそうだな。君の記憶が曖昧なのは一時的なものだ。現代に帰れる頃には全てを思い出しているかもしれない。言わなかったかな？僕は過去にも何度かマジックに参加してくれたお客さんを違う時代に飛ばしたことがある。何も君が初めてというわけじゃないのさ。現代に帰った人もいれば帰らなかった人もいるかな。僕は帰れないなんて一言も口にしていないよ。
ただちょっとね、簡単にはいかないんだ。ある特定の条件下でないとなかなか成功しないことが分かってね。そう。君がこの時代にやってきた夜に近いシチュエーションを用意する必要がある。チャンスは約1ヶ月後の満月の夜だ。もし君が1ヶ月経っても現代に帰りたいと願っているなら、僕はもう一度だけ同じマジックを仕掛けよう。ただ、君がこの時代に残りたいと願うなら話は別だよ。その場合は僕一人で現代に帰るからね。ま、1ヶ月後には君の記憶もだいぶ戻っているだろうからさ。どういう結論を出すかは君の自由だ。そうだね。僕はだいたいこの辺りをうろうろしているから、1ヶ月後と言わず気が向いたらいつでも来てくれていいよ。何を言い出すのかな。僕は奇術師だよ。この帽子の中をよく見て。いいかい？ 3、2、1、ほい。さあ、どうぞお嬢さん。僕からのささやかなプレゼントだ。芸は身を助けるって言うだろう。僕ぐらいの腕があれば蔵が立つほどチップがもらえるのさ。ところで、もう暗くなっちゃったけど帰らなくて大丈夫？君の家主が心配するんじゃないの？ああ、気をつけて。また狐や狸にからかわれないようにね。